普段応援してくださっている皆様にも同じタイミングでお伝えをさせていただきたかったということで、こういうオンライン記者会見という形を取らせていただきました。改めて BMSG 代表スカイハイです。本日はよろしくお願いいたします。BMSG ユニバーサル合同レーベル BU からデビューします BMSG の新アーティストはこちらです。待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない Never let go、 瞬間にかけろ Never let go、 運命を変えろ、踏み出したその足が幾度震えていたとしても、何回だって自分を褒めろ。男性8人組ダンス&ボーカルグループマーゼル。幸福の意味を持つマーゼルとメイロ、メイズ、情熱、ズイルを掛け合わせた造語です。マーゼルが成功してこそ BMSG が本物になれると心から強く思っていますので、何卒皆様お力をお貸しください。今やるっていうのはすごい大事でした。もともと BMSG はそれこそ別に商業的な成功だけでやっていないというのがやっぱ強いので、ブームをムーブメントにしてカルチャーにしていくっていうことが本当に大事なので、そのカルチャーの発展のためには一つのグループというのでは成立しない。所属アーティストの人数もその最初の5年間で増加させていく。で自分のその見れなくなる範囲までは増やさずやっていく。で5年間で一周させるというのはなんか創業期からプランとしてはあったので、結構、急がなくてはならないことでしたね。今記者会見の現場でですね、マーゼルの8人はこちらを今見守ってくれておりますが、そこにカメラは今日向けることはできないので、はい、ただそこにいてくれてますということだけは一応報告しておこうかなと思います。 BMSG では練習生デビューはしていないんだけれど、トレーニングを中心に活動していくトレーニー制度を設けていて、それはこう練習がメインなんだけど要所要所で必要があれば表に出る活動もするという、準プロというポジションがトレーニーなんですけど、トレーニーに共通するのは全員トレーニングが最優先。お仕事を受ける際もそれが成長につながるのかどうなのかっていうのが最優先という形でさまざまなことをやってきたんですけど、それではこう将来的にグループをやるのかソロをやるのかっていうことに関しても含めて、彼らの方向性自体がまだ彼ら自身も決めきれていないという状況からのスタートだったので、それをそのまま見ていてもしょうがないので、とりあえず一旦 BMSG としての2つ目のグループっていうのも作らなくてはいけないとはずっと思っていたので、疑似的に一回グループを組んでもらおうという形で、2つ目のグループの候補にあたる BMSG のトレーニー4人で、疑似的にグループを組んでもらいました。ちなみにですね、マーゼルに関してもう一つ情報を追加しますと、BMSG ですでに発表されていたトレーニーからランがマーゼルのメンバーになっております。適性もそうだけどグループをこう一回やっちゃうと簡単にはやめれないじゃないですか。当たり前だけど本人の気持ちとかも含めてどうなるかわからないけれど、今の段階で疑似的にグループ組むっていうのはやってみてほしかったのがランとレイコ。チームランレイです。同じ気持ちの人は少なくない気がするんですよ、ザ・ファースト見た人には。ランとレイコが同じグループにいる姿はやっぱ見たいなというのは、これはねプロデューサー視点ではないですね。彼らのファンとしての視点で
ランとレイコがいるグループが生まれると嬉しいなっていうのは強くあったので、それのバランスですかね。ルイと大輝と、あとアーティストデビューはしてるけど一応トレーニー契約のエディとの3名は、今回ではないだろうな。ラン、レイコ、可能ならば両方っていう人が入った時に一番グループとしての姿が想像できるのは、表に出てなかったトレーニーであった海龍と生徒であってというのは結構割と早い段階からあったので。兵庫県出身の大林海龍です。よろしくお願いします。まず海龍、ザ・ファースト終わってすぐ会社のメールアドレスにメールを送ってくれていてありがとうございました、海龍君本当に素晴らしいと思うしこうであれっていうメールは送ってて、それに返信する形で今作ってるものとかカバーとかを送ってくれたので、これは嬉しいなと思い、でもやっぱりダンスの基礎は絶対に海龍君の場合はやった方がいいと差し出がましいことこの上なしなアドバイスを送ったんですけど、そしたら次のメールでその基礎練をやってるところを送ってきてもらって、これは先生いた方がいいなと思ったので、トレーニー契約をその段階くらいからまず打診したのかな。例えばなんだけれどそういうのは興味ありますかという、そしたら興味あるとかないとかどころかもう兵庫から東京に行きますということだったので、その情熱というかそこにもびっくりしたかな。でトレーニーとして海龍はもう割と早い段階から参加してくれてました。生徒はトレーニーとしては企画が始まる頃になるんですけど、もともとラッパーのサナリを通してシンプルに音楽業界の先輩としてなんか相談に乗ってほしいみたいな、その時は BMSG 設立もしてないので自分でできうる限りの相談は返答はしていたんですけど、ただ生徒自体はザ・ファースト開始段階ではすでに芸能事務所に所属をしていて、ザ・ファーストに参加することはできなかったけど参加したかったんですという話は聞いていて、才能のある方だっていうのは知ってたけどもう一回改めて見せていただいてという形で、見せていただき、生徒の合流と同時にミッションは始まったのかもしれないですね。今回のこのプロジェクトで一番難しそうだったのが、自分のアーティスト業とプロデューサー業もある中での試みっていうのもちょっとでかかったのかなと思ってるんですけど、その辺は最初から不安とかはなかったんですか？いやめっちゃありましたよめちゃくちゃあったしめっちゃ難しいなと思ったんですけど、でも自分がフルコミットじゃない段階で走れないとねえどうしようもなくなっちゃうじゃないですか。 BMSG にはその BE:FIRST の知見が、つまり2022年段階で一番フレッシュな勢いのあるボーイズグループの作り方とかの知見は会社単位で持っていると思います。で自分がそれを旗振っていたのは間違いないので、その自分がフルコミットできないっていうとどうなるんだっていうところはあるんですけど、ミッションおよびマーゼルを成功させることができると会社として本当に強いことになると思いますね。BE:FIRST2 を作ることだけは絶対に避けたかったので、音楽制作チームとかそういうところも含めて割と差別化はしていくし、自分のその入る度合いのバランス、ここは完全に自分がやります、ここは完全に自分が見ます、ここはこうでないと良くないとかはあると思うんだけど、お任せしますの分量を増やしたいなとは思いますね。落ちてBE:FIRST がいろいろ仕事をやってるっていう時に、なんか何も考えてなかったのと近いんですけど、その分先のことをずっと心配してて、なんか自分は事務所に入ったのかとか、それこそこの先どうしようっていうのを
なんか、最初の1週間ぐらいはずっと考えてて、BE:FIRST が出ていってて、それがめっちゃ悔しかったっていうのを覚えてて、なんかその辺の記憶はちょっとあんまり薄いんですけどなんかめっちゃその1ヶ月間はなんか悔しいのと不安なのと、なんかいろんな思いがこうなんか交互に毎日来てる感じでした。現実逃避をしてたぐらいの勢いだったんですけど、そっからだからその舞台の仕事に入って一切考えないようにしたんですよ。その一回アーティストというものを一回も考えないようにして、今目の前にあることをもうやろうってなって、舞台が終わった後にコア君からそのテンクスの話をいただいた時に、なんかやっと自分を見せれる場所ができたなってちょっと思えて、まだやっとスタートラインに立てたなっていう自分が逆に悔しかったです。なんかやっと見せれた形が、自分が得意としてたものだったから、ダンスでなんかそれの嬉しみとともに、やっぱまだ自分ってダンスでしか見せれないんだなっていう、なんかだからこそもうそれに全振りをしたというか、テンクスのその MV にもう気持ちを全振りしたから、なんかああいう作品ができたんだなっても思うし、ファイナルの時はなんかちょっと悔しかったですね。どうしてもダンサーとしてはいいものの、果たしてアーティストとしてはどうなんだろうっていうのを考えちゃって、これからどうなるんだろうなっていう、なんか期待とともにすっごい不安だったっていうのはあります。めちゃくちゃ悔しかった。悔しすぎて最終審査泣かなかった。よしって感じ。なんかよしじゃあいっぱい練習していこうっていう気持ちで、もうその時からなってて、なんか最終審査の「シャイニングガン」歌ってる時からもっと時間欲しいってなってたから、正直あの時予想できてたわけじゃないけど、なんだろう、なんかこう来るみたいな、なんかそういう予感はしてて、で実際そう来たからへえって感じだった。あの時はそういう気持ちでした。だから全然泣かなかった。東京に出たのが10月です。引っ越して1週間とかの時は泣いてたから、ずっとなんか誰もいない、なんか寂しいみたいな感じになってたのに、12月くらいかな、そのくらいからなんか一人の時間が貴重な時間に変わっていって、多分そのぐらいからお仕事がいっぱい来たから、そのおかげで一人の時間もなんか楽になりました。まずは「One More Day」のレコーディングとそれのミュージックビデオとかやって、社長のアルバムに参加することもできたし、マット・キャブさんと曲を作るっていう2回目の体験もできたし、自分の成長にめちゃくちゃいい影響を与えたなーってずっと思ってて、なんならもうついこの前まで「ザ・ファーストファイナルでもはじめ6期ツアーでも歌ってたから、やってよかったなってずっと思って、自分もやっぱザ・ファーストが終わってから半年経ったけど、半年でいっぱい自分の気持ちが分かってきたし、自分がどういう未来を歩んでいきたいかとかだんだん分かってきた。最初は日本じゃなくて僕は韓国の方を志してて、この夢を持ったきっかけもその K-POP のライブを見て、中学校の時に
アーティストになろう、アーティストというかダンス&ボーカルグループのメンバーとしてデビューしたいっていう夢を持って、その時は正直韓国しか見てなくって、でだったんですけど、ちょうどその時は、一回韓国の芸能事務所にいたんですけど、そこを退社することになって帰ってきて、日本にいたタイミングで、ちょうどコロナもあってちょっとどうしようかなってなってた時に、ちょうどTHEFIRSTのホームページをたまたまなんかオーディションないかなと思って検索して見つけたんですけど、そこにSKY-HIさんの言葉、なんか結構長文があったんですけど、もうこれやんっていうのがすごい読んだ時に感じて、なんかうまくは説明できないですけど、なんかめっちゃそれを見つけた時になんか興奮したのをめっちゃ覚えてて、家族にもなんかすごいこういうオーディションがあるって説明してっていうのが理由ですね。選んだ他のオーディション決定まで選んだ理由ですね。もしかしたら当時は怒ってるっていう気持ちももしかしたらあったのかなって思うぐらいめちゃくちゃ悔しくて、多分一番僕が悔しがってたんじゃないかなって自分でも思うぐらい、もうそこにかけてた気持ちが強すぎて、あとはもうダメだったらどうしようっていう、もうちょっと絶望というか三次審査では圧倒的にその自分を見せる力っていうのがめちゃくちゃなかったかなって、やってる時も大丈夫かなと思ってたし、放送を見てからもすごい感じたんですけど、家族の中でもちょっと放送のことあんま触れないみたいな流れてて、結構その時は言っちゃえば、いやもう他の会社でデビューしてめちゃくちゃ売れてめちゃくちゃ後悔させたんねんってほんまに思ってたので、めちゃめちゃ関西弁になってますけどめっちゃ苦しかったですね、あの時期は。なんかその時通ってたスクールも他の大きな会社が運営してるスクールだったんですけど、とりあえずそこにいる時は、そこの会社でデビューして売れたら、いやそんな気持ちいいことないなとか、すごいそれでかっこいいなとか思いながら、他のルートで売れたんねんって思いながらも、どう考えてもいろいろ見て考えたら一番行きたいのは BMC なんよなって思ったら、結構荒れてましたね、その時期は。なんか自分でもちょっとどうしたらいいのか分からない。やからといってなんか突破口も全然見えてこないし、の中で一応調べたら随時募集のやつがあって、でもこれでも受かるわけないかと思ったんですけど、それでまた拾ってくれなかったとしても、送らなかったら 0% だし、送ったら 1% ぐらいは出るかもしれないしってことで、もう送っちゃえっていう感じで送りましたね。最後はすぐ内見しに東京来たって感じですねちょうど中学校の時にそのブレイクダンスの全国の大会で1位を取らせてもらったっていう経歴があります。ミスターコンっていうのがあって、その全国のイケメンを決めるっていう、すごいなんか今になってちょっと恥ずかしいですけどそれで最初関西1位になって、でそこから全国のそのファイナリストが10人集まるっていうのがあって、でそこでモデルプレス賞っていうのを取って、そこから事務所に加入したっていう感じなんですけど、それがきっかけでそのミスターコンのファイナリストで最初グループ、そのダンス&ボーカルグループっていうのが作られて、そこでそうですね、ラップであったりいろいろダンスの面に関しても自分のできる範囲でいろいろやってたんですけど、やっぱり自分がやりたいのとは違うなっていうのがずっと心の中にあって、そのグループは卒業させていただきました。やっぱりアーティストっていうものに初め全然興味を持ってなくて、ただのダンスバカやったんで、そこからアーティストに興味を持ち始めてから、もっと自分本気でアーティストやりたいなと思って、やっぱり自分のその仕事量とかその生活面でもあったり、やっぱ全然THEFIRSTも受けれないことになって、すごいもう家の中でこもりながらそのTHEFIRSTをみんなが頑張ってる姿見て、めっちゃほんま悔しい思いしてて、
もう本当に初めて人生の中で僕めっちゃポジティブな人間やったんですけど、めっちゃネガティブな人間になってしまって、そっからめっちゃいろんな精神面とかが安定しなくなっていってって感じですよね。タクシー。一番足りなかったのかなって思うのは、でもなんか覚悟だった気がします。なんか自分がこのままデビューしていいのかとか、それこそ本当に自分が納得のいく歌い方ができなかったりとか、じゃあ今のまま自分ってデビューできるのかなっていう迷いが多分あって、だからそれが結果的に覚悟につながらなかったのかなっていうのは感じました。正直ダンスは誰にも負けない自信はあるし、その見せ方だったり知識としても、経験としてもそうだし、絶対に誰も負けないとは思うし、でも逆に言うとそれ以外のところがまだあんまり自分がしてないからあんまり思いつかないっていう、なんか逆に自分が何ができるかをもうちょっと知りたいなっていうのはありますね。歌を歌ってる時に自分がどうなのかとか、例えばボーイズグループになった時に自分はどう見えてるのかっていうのは、なんかまだ正直あんまり想像がつかなくて。自分で音楽作っていく上で自分らしく入れなかったら結局誰かの真似になっちゃうから、真似していくだけなら世界なんて取らなくていいから、だから、もっと自分のこと知りたいなって思ってます。いろんな新しいことに挑戦したり、前やってたことにもう一回戻ってみたりとか、時間をかけて、いろんな経験してもっと考えていけば定まっていくんじゃないかなって思ってます。僕送った理由もランレイがいたからっていうのもちょっとあって、合宿見ながらいいなって思ってたので、それが僕目線のあれで言ったらランレイが残ってくれたっていうのがあって、今練習生になれば確実にレイちゃんとランがいるっていうのがで、もし自分がグループに入れれば一緒にデビューできるかもしれないっていうのができたらなっていうのが強い2人だったんで、その2人が合格していければもしデビューできたら結構自分の思い描いてたグループに近いんじゃないのかなっていうメールした要因の一つではありますね。いやもうやったんねんっていう目的もはっきりしてるので、どないか確約されてなかったにしても今までに比べたらその夢にだいぶ近づけたかなとは思うので、自信はありますね。不安より全然自信の方が。自分の立場ってどうなるんやろうって思った時に、なんか今までやっぱ、本音を言うと自分は多分みんなの笑いを取ったりとか、すごいそういうキャラの立ち位置だったんですけど、でも今回ちょっと、誰も多分このアーティストとしての自分は分かんないから、ちょっと格好つけたりもしようかなって思ってるんですけど、やっぱありのままの方の自分の方がいいかなと思って、なんかそうですね、常になんかみんなの間を取れて、すごいポジティブなキャラで頼りになれるような存在になれればいいかなって思ってます。客観的に見た時にやっぱ声とかは他とはちょっと違うところがあるし、もうちょっと歌唱力ももっとアップさせて自分のこの声を生かしていければいいなって思います。不安もあれですけど、その期待の方が
全然大きくて、でもその分自分も頑張らないとなっていう。 BMSG でもう本当多分本当この一生涯かけてます。マジでめっちゃ信じてます本当に。こっちから開けろ的な意味。目力すご目力すごいやいやここかな。やっぱりここだった。わかるだろ。おはようございます。おはようございます。元気ですか？元気です。元気があれば何でもできるということで、今日はアントニー猪木さんに来ていただいております。調子はどうですか？結構いい感じですね。まあいろいろあるんですけど、話すことも話さなきゃいけないことも、うちは、ノベルコアとかアイルザ・ショータとかエディ・ボーイとかのソロアーティスト、俺もいるし、ソロアーティストがいる一方で、BE:FIRST っていうボーイズグループを作って、で2組目のボーイズグループはやっぱり2022年のどっかのタイミングで作りたいっていうふうに思っていますと。またもっと違った個が輝いている形っていうのを、キャラクターがこう爆発してる感じっていうのを2つ目作りたいなって思うのが1個目。もう1個あるのはプロフェッショナルとしてデビューしてほしいなっていうのがあります。それはきっといろんな意味のメンタリティとか含めて、もうプロとしてこういうことを発言していこう、こういう風な人間でいこうっていうことを高まった上でデビューするっていうのをやりたいなと思ってます。全部キャラクターが違くて、ムードも違くて、そういったものがこう時にユナイトするっていう形のものが作りたいんだね。マーベル的な面白さをやっぱりちょっと追求したいなと思っているので、現状ですでにデビューして、もし今年のじゃあ下半期にデビューしたってなったとした子がいたとして、その時に BE:FIRST は1年前にデビューしてるわけだから、同じことやってそこに追いつくってなんかイメージしづらいよ。もう全く違うスタイル、違うムードでしっかりとそれが何の面でもいいんだけど、勝負という土壌に置きたくないんだよね。本当の意味でみんな違ってみんないいを作るために、2つ目のグループがデビュー段階からプロフェッショナルであることはすごく大事なことだと思っています。そしてもう一個同時に、ボーイズグループなので集団でのデビューをしてもらうことになると思うので、これは何が一番必要かって言ったら、互いのリスペクトっていうのを誰に対してでもし合っている状況になってないと絶対に、もうこれはもう絶対にダメです。それがまずないと、次スタッフに対するリスペクトとかファンに対するリスペクトとか、そういうものがやっぱ絶対薄れてくるし、あとやっぱり実際デビューすると割と忙しいもあるし、しんどい、いろいろしんどいからいろいろ大変なこと絶対出てくるんで、その時に一緒に活動しているメンバー同士にリスペクトがこうあるかとか、リスペクトしていることをされているって信じれること、その2つっていうのはすごく大事なんですね。なぜ大事かって言ったら、本当にそれがないと活動できなくなっちゃうからね。パフォーマンスのクオリティにも影響するし、モチベーションに当然影響するし、そしてスタッフやファンのモチベーションにも影響してくる。本当に大事なことなので、実際にグループとして活動していく心構えを身につけようというのが1個目。それで今から始まることだと思うので、3月4月とかにあたってはちょっと課題曲みたいなものを用意して、みんなで歌い分けを決めたり、集団で同じことをみんなでやるということを実際にやってみたいなと思います。だからこの4人でデビューするよっていう形にしますということでは全くないです。これでやってみてプロフェッショナルだと、デビューするべきだというより、デビューした段階でこれはいける、すごいことになる、世界に届くっていう確信を持った上でデビューしないといけないのが2つ目のグループに昭和された宿命だと思うので、ここからの長くて短い戦い頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。あくまでも見たいものっていうのは、そういった意味でザ・ファーストの時みたいに、今回は
クオリティとかクリエイティビティっていうものを見たいわけではなく、今回見たいのはグループのメンバーになった時にどういう輝き方をするのかっていうのが一つで、もう一個は集団でものを作っていく時にどういうふうに進められるかっていうことの方が大事だと思うので、極端な話曲はもう何でもいいくらいなんだよねっていう話してからこの曲聴かせるとなんか何でもいい曲なのかって感じいやちょっと古い曲にしようかなと思って意外性がある方がいいなと思ったので、この曲4人でちょっとやってみてくれないかなと思っております。何回だって自分を吠えろ。意外性がある方がいいなと思ったので、この曲4人でちょっとやってみてくれないかなと